こうなっちゃう。恐る恐る渡っていく場所みたいな、そんな感じですね。こんにちは、デイウッドです。今回の動画はちょっと間が空いちゃったんですけど、100均のグッズ紹介シリーズですね。これまで、100均グッズを WPL のラジコンでこんな風に使えたりしますよみたいな紹介動画をいくつか上げさせていただいてるんですけど、今回はこちらの木材ですね。結構いろんな種類があって、今回もセリアさんなんですけど、昔はこんなになかったと思うんですけど、あんまり気にしたことがなかったんで知らなかっただけかもしれないんですが、今ですね、こういう風に、ちょっと今ここに一通り並べてあるんですけど、結構いろんな種類の木材が売っていて、だいたい100円なんですよね。で、今回これを使って WPL のですね、ラジコンで遊べるようなアスレチックコースを作ってみたいと思います。で、ちょっと今回は動画を2つに分けてご紹介させていただこうと思ってまして、前半ではこんな種類の木材と金具類ですね。ちょっと木材同士を手軽につなげられるようにっていうので、金具類、こんなようなやつ。こんなようなやつもいくつか買ってきてるんですけど、木材とこの金具類を紹介させていただいて、で、それを使って、アスレチックコースのセクションっていうか、コースのパーツですね。をこんな風に作ったら楽しいんじゃないかなみたいなところちょっと考えつつ作ってみると。なのでコース全体はさすがにこれ今撮影もちろん室内なんでここでコースを全部作るっていうのはできないのでコースのパーツまでを作るというところまで今回の動画でやってで後半ではそのセクションだったりコースのパーツですねそれを実際に外でつなげてある程度長いアスレチックコースを作って走らせてみましたっていう動画にしたいなと思ってます。で、実は今週末にやっとですね、前々から予定していた長野での、ロケに行くことができそうなので、その時にアスレチックコースを作って、いつものメンバーでですね、走らせてみてっていうのを、撮影してこようと思ってます。というわけで、この動画は前半ということで、その長野ロケの事前準備みたいな感じでやっていきたいと思います。じゃあ、まず、セリアさんで購入することができた木材ですね。こんなのありましたって感じで、一通りご紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあまずこれですね。これが、細めの、商品名はどうなってんだこれ。木製角材3つっていう感じで。サイズありましたね。約 45×1.2×1.2 っていうことで、1.2、1.2、1.2のこの四角い角材が長さとしては45センチっていうのが3本入ってるっていうやつですね。これ多分何かと一番使いそうな気はするんですけど、使い勝手は良さそうです。ちょっと実際に中身出してみますね。こんな感じですね。こんな感じで、1本はこんな感じですよね。これが3本入ってるんですけど、こんな感じで、結構今回の用途では使い勝手がいいサイズなんじゃないかなと思います。すごい、やっぱり、これが3本入って100円っていう金額なんで、木の種類まではちょっとわかんないんですけど、正直そんないい木ではないですね。すごい軽くて、多分ちょっと力入れたらパキッと簡単に折れちゃいそうな、ちょっとすごい軽めの木ですね。なんですけど、今回の用途では全然十分に使えそうな感じです。で、これと同じ売り場に同じシリーズって感じで置いてあるやつが、他に2種類かな。僕が行った店舗では2種類あったんですけど、これですね。木製角材。これは2本入ってるってやつで、サイズとしては、長さは一緒ですね。45。で、あと 2.5×1.5 センチっていう、これが2本入ってるんですけど、これもちょっと出してみましょうか。こんな感じですね。こんな感じで、さっきのやつと比べると、こういうサイズ感になってます。単純に太いって感じなんですけど、これも全然使い勝手よくいろいろ活用できるんじゃないかなと思います。で、これも同じシリーズなんですけど、もうちょっと平らなやつですね。これが同じく長さは45センチで 3.8×0.7 センチっていうサイズになってます。はい、これはこんな感じですね。で、ちょっとこれ1本にして、さっきのやつがこれ。
で、一番最終のやつがこれっていう感じで、こんな感じですね。で、これが、ちょっと薄めなんですけど、幅があるんで、でこの幅が WPL のこのタイヤを当ててみると、ちょうど良さそうですよね。これで、日本橋とか作って渡らせるみたいな、そういうことができそうだなっていうので、これも使い勝手としてはいいんじゃないかなと思います。はい、以上が単純に木材の棒ですね。棒として売ってたやつで、あとはこれですね。この板。これも同じコーナーに売ってたんですけど、合板ですね。合板の 45×30 センチっていうやつになります。厚みはどうでしょう ?5 ミリはないぐらい。3ミリ、4ミリぐらいの厚みの合板ですね。これも、ちょっと加工は必要になると思うんですけど、加工さえすればかなり自由度高く、何でもというか、いろんなものが作れるんじゃないかなっていうので、これも、ちなみに今、1種類につき1個ずつ紹介してますけど、それぞれですね、5個とか6個とか、結構適当なんですけど、売り場に、数の限りもあったりしたんで、適当な数ですね、それぞれ複数買ってきてます。こんなのもありました。立方体 30×30×30 ミリっていう、こんな感じで立方体がいっぱい入ってるんですけど、これもアスレチックを作るときに、ちょっと車両がこう走っていくときに邪魔するような感じで、設置すると面白いんじゃないかなというので、これもですね、ちょっと買ってきてみました。あと、こんなのもありましたね。竹ひご15本入りの、4パイ。4ミリ系ですね。太さが4ミリの竹ひご。これも何かと使えそうだなっていうので、これはですね、1個だけ買ってきてみました。これ1個でたくさん入ってるんで、1個あれば十分かなっていう感じで、1個だけ買ってきてみました。で、あと、これはちょっとそのコーナーじゃなくて別の場所にあったんですけど、同じくセリアさんで売ってたんですけど、本来は、多分これウッドボックスってなってるんで、小物入れみたいな、そんな感じのものだと思うんですけど、これも、もうそのままアスレチックの一部として使えるんじゃないかなっていうので、今回ですね、2つしかなかったらちょっと2つですね、買ってきてみました。で、あとは金具類ですね。このアスレチック、作って現場に持っていきますっていう時に、あんまり大きいと運ぶの大変なんで、ある程度作った状態で、あとはその実際に遊ぶ場所で組み立てた方がいいかなっていうので、これですね、この金具類を現場でこうネジさえこう回せば組み立てることができるので、いくつかですね、種類があったんで、これも買ってきてみました。これも今、1種類につき1個ずつお見せしてるだけなんですけど、実際には、これ5個ぐらいあったんで、もう5個ぐらい買ってきました。多分これがあれば、曲げればですね、これちょっと L 字になってますけど、何度も曲げると折れちゃうと思うんですけど、そんなに何度も曲げなければ折れることはないと思うので、これでつなげて、もう自由な角度に曲げれそうだったんで、これは結構多めに買ってきたんですけど、この単純に L 字のアングルと、あとこの蝶つがいですね。蝶板って書いてありますけど、蝶板と、あとはこんな感じの形のステー。これも多分、場所によって使えると思うので、これをですね、買ってきてみました。はい。というわけで、以上ですね。ちょっと今回まず買ってきたもの、こんな種類のものが、今回の場合はセリアさんなんですけど、多分、ダイソーさんにも似たようなものはあるとは思うんですけど、今回はセリアさんのものですね、紹介させていただきました。あと、今回ですね、100均とはちょっと関係ないんですけど、今回購入した木材の加工用に、ちょっとこんなのも用意してみました。オルファさんの、クラフトノコと、あとは、こういうガイドブロックってやつですね。これ2x4 用とかの DIY で使うようなやつで、よく見かけるやつの、ちっちゃい版って感じなんですけど、例えばこういう木材をここにこう入れてですね。で、今のこのノコですね。このノコで、実際にやってみた方がいいですよね。これちゃんと替え刃ですよね。替え刃がついてますね。これを、このシールは剥がさないと邪魔ですね。これ剥がして、例えばこれを切りたいなっていう時に、ここにこう当てて、で、こんな感じですね。こんな感じで、こんな感じで、ちゃんと垂直に、ある程度ですけどね、ある程度垂直に切れますよ、みたいな、ガイドですね。
これがあると簡単かなと。ここを使えば45度に切れるっていうことだと思うんで、これもそんなにめちゃくちゃ正確に切れるってわけではないと思うんですけど、ないよりは全然作業はやりやすいと思ったんで、今回こういうのを使ってみようと思います。はい、じゃあここからはちょっと考えたり、工作したりするところを取っても、ちょっとただ長くなっちゃうだけで、しょうがないかなと思うんで、ちょっと作業しながら、ちょっとある程度できる都度、こんなの作ってみました、みたいな感じで、ちょこちょこ、作業自体は動画に入れないんですけど、できる都度ですね、ちょっと紹介しながら進めていきたいなと思います。はい、とりあえず、1個目ができました。まだちょっとこれ、木工ボンドの乾いてないですけど、一応こんな感じでですね、さっきのこの一番細い木ですね。細い木をこう切ってここにくっつけて、で、この幅広の木ですね。これはちょうど半分になるように切りました。なので、45センチだったんで、22.5 センチですね。に切って、片側だけこれをこんな感じでつけたものと、これ2個ですね。これ2個と、で、両側につけたものを2個作ってみました。で、この木の箱ですね。この木の箱に、片側だけこれをつけたやつは、ここにこうやってやればいいかなと思って作ってみました。ここをつけることによって、これが滑って、こっち側にずれてしまわないようにっていうのでつけてみたんですけど、引っ掛けやすくするって感じですね。こんな感じで。で、この両側につけたやつ。これは、例えばこういうところに橋渡しみたいな感じで、こうやってやって、これも大きくずれることはないので、これがついてることで。こんな感じで、橋ですね。橋が作れるような風にしてみました。じゃあちょっと軽くテストしてみましょうか。こんな感じで。ここは段差あえてあるんですけど、いけるんじゃないかなと。ギリギリですけど、いけますね。大丈夫そうですね。俺ちょっと不安定かな、これ。こうなっちゃう。これちょっと改良の余地がありそうですね。多分、これ、あれですね。端っこじゃなくて、まだ剥がせるかな。ここじゃなくて、こういう風にしたらよかったかもしれないですね。そうすると、ここがちゃんと渡るようになるんで、これで、こっちもちょっと付け替えましょうか。多分これぐらいが良かったですね。こっちもやっとこうかな。これぐらいだったら、多分、これでいけば、これで大丈夫ですね。ギリギリだな、この段差。いいんじゃないですかね。はい、これで1個パーツが完成しました。でちなみにこれを例えば立てて、これきついかな。こんな風にしても、使えなくはないですよね。これ急すぎるかな。例えば、こんな風にしといて、いけますね。お腹がつっかえちゃいますね。このマシンだとちょっとお腹つっかえちゃうんで、これちょっとやりすぎましたけど、これまた長くしたりとか、こちら側を何かにこっちも何かに渡してある状態とか、そんな風にすれば、これを立てた状態でも一応引っ掛けることはできるっていう感じになってますね。そうです。これさすがにきついですね。お腹空いてすぎちゃってるんで。これもダメかな。このコンペティションマシンでちょっとやってみます。
これダメですね。これちょっと厳しいですね。はい。じゃあ続いてまた何か作ってみようと思います。ちょっと今からですね、これを加工して作っていこうと思うんですけど、ちょっとこの薄い板、特に今回セリアさんで買ったような、こういう薄くて柔らかめの板だと、ノコギリを使わなくても加工できるので、ちょっとその加工のしやすさっていう意味で便利な点があるので、ちょっとご紹介させていただこうと思うんですけど、今これここに線引いてあるんですね。ここで切りたいなっていうところに線を引いてあるんですけど、ここに沿ってですね、こう、ある程度分厚い板だったり、硬い板だったりすると、ここに沿ってこう、ノコギリで切らないといけないんですけど、結構そういう作業って難しいじゃないですか。で、これをですね、もうカッターで切っちゃうっていうのが、一応やり方としてありまして、こういう金属製の定規ですね。金属製の定規を、この、今引いてあるこの線に沿って、こう当ててですね、ここをカッターで何回もなぞるんですよ。最初軽めになぞって、もちろん、どんな作業でも言えますけど、怪我は注意してくださいね。怪我はしないように注意していただきたいんですけど、ここを、こう何度も何度もカッターでなぞるんですよ。で、何度かなぞった後に、ある程度、カッターで、こう、筋が入りますよね。で、この筋の一番端っこ、今ここに線がありますと。ここに線があって、その端っこに、こう、目印で、これ普通のシャープペンなんですけど、これで、目印でこう線を描くんですよ。なるべく垂直に。そしたら反対側にこう、今入れた目印を目印に、また目印を書くって感じですね、こっちに。で、反対側も一緒です。ここにこう線入れて、目印を書くと。そうすると、今、両側に、反対側に入ったこの線と全く同じ場所に、こう、印をつけたっていう状態ですね。で、その目印に合わせて、定規を当てます。つまり、さっき入れた反対側の線と全く同じ場所に、反対側から切れ目を入れてるっていう状態ですね。これ何度もやってると、もう板がですね、こんな感じで簡単に切れるんですよ。これ結構慣れると、ノコギリで切るよりも簡単で結構正確に切れるので、これぐらいの板切るときですね、結構おすすめです。もちろんこの切ったところは、こうヤスリでちょっと整えた方がいいですね。こんなのなかったら、普通に紙ヤスリの紙のヤスリだけでこう削るだけでもいいので、ちょっとこうトゲとかが刺さると良くないので、危ないので、一応こう切った後はですね、こうヤスリで整えてあげるようにしてください。はい、じゃあせっかくだったんで、この薄い板の切り方ですね、こんな方法もありますよっていうのをご紹介させていただいたんですけど、引き続きちょっと作っていきたいなと思います。はい、続いてこんなのを作ってみました。これはさっき切った板と、でそこに一番細い棒ですねを木工ボンドでこうくっつけてちょっと強度を出して、あとはここに立方体ですね、立方体を同じくボンドでくっつけてこんな感じにしてみたんですけど、これはそうですね、こんな感じで斜めにしてもいいと思いますし、あとはどこかの端の代わりにこんな風に設置してもいいと思いますし、こんな感じで1個のパーツですね。アスレチックのコースを作るためのパーツとしてこんなのを作ってみました。これもちょっと試してみましょうか。こんな感じで。これちょっと机の上で滑るんで動いちゃうんですけど、これ実際外で土の上とかに置いたらそんなに滑ることはないかなと思います。はい、こんな感じですね。もうちょっと難しくしてもいいかもしれないですね。これはちょっとまた現場で調整しながらみたいな
まあでも難しくするならこのシャドウを、坂道を急な角度にしたりすれば難しくはできると思うので、まあ一旦これはこんな感じで使ってみたいと思います。こうやってパーツが増えてくると、例えば、ちょっと今もうこれ画面に映りきらなくなってきてますけど、例えばこれをこうして、で、これを前半にこう持ってきて、ちょっと今カメラから外れちゃいますけど、こうして、で、最初の方で作った、これですね。これを、この辺にこう、つなげたりして、これぐらいですかね。これぐらいで映るかな。こんな風にして、で、これをこう乗り越えてきて、そのまま橋を渡っていくみたいな。この辺は本当組み合わせ次第ですよね。で、もちろん行った場所で地形がいろいろあると思うので、その辺をこう利用しながら、アスレチックのこのパーツと地形を利用しながら、いろいろ作れると面白いんじゃないかなと思います。はい、次はですね、ちょっとこんなものを作ってみました。これが、こんな風に、ここに長板ですね。長板をここにつけてみたんですけど、こんな風に開くんですね。で、まあ、持ち運ぶときは、一応こう、畳んで、ぺったんこにできるっていうので、便利かなっていう風に思ったんで、ちょっとこんな風にしてみたんですけど、一応使い方、想定している使い方としては、これをこう開いて、まあ、例えば、キャンプとか行った時に、その傍らで遊びますみたいな時にですね、今回はこの、さっき紹介したこの木の箱でやるんですけど、例えばクーラーボックスとか、まあ、キャンプ用品を入れてある何かしらの入れ物とかですね、そういうものにこちら側を乗せて、でこんな感じですよね。こんな感じで乗せて、で、こっちは、ここが長板になっているので、まあ、ある程度の高さまでは、こうどんな高さでも置いた時に、ここはですね、坂道になって登れますよみたいな、そういうセクションにできるんじゃないかなっていうので、これですね、作ってみました。これはまあ実際に外で置いてみた時に効果を発揮すると思うんで、今はここで試す分にはもうこんだけですよね。この、もうこれだけ坂道を作って登れますと。これは置く場所によって、こっちも傾斜があって、こっちも傾斜があるみたいな、そんな置き方もできると思うので、場所によってですね、難易度をこう傾きで、いろいろ変えれるかなと思ってます。あと、こっち側ですね、ここを強度を出すためにつなげちゃおうかなっていうふうにも思ったんですけど、この2枚の板を。ただ、これあえて両方フリーにしておくことで、下が置く場所がですね、ちょっとこう斜めになったりとかしても、置けるんじゃないかなっていうので、今回、とりあえず、こことここはつなげないような形で、作ってみました。あと、こんなのも作ってみました。まあ、これは本当に簡単な作りですね。一番細い棒と、この、なんか、平べったい棒があったと思うんですけど、それを組み合わせて、もう、ボンドでくっつけただけなんですけど、この細い棒をあえて使うことで、ちょっとこう、渡るのが怖い感じで作ってみたんですけど、まあこれも実際にキャンプ場みたいなところに行って置くときには、ちょっと高い場所に設置して、こう、スリルがあるような感じにしたりとか、あとは斜めの場所に置いたりとかっていうのができると思うんですけど、一応こんな感じですね。ちょっとこうギリギリで、もうここは細いので、こうギリギリで恐る恐る渡っていく場所みたいな、そんな感じですね。はい、あとさらにこんなのも作ってみたんですけど、これは、さっきまでと、まあ、同じような感じで、ちょっと橋を渡っていくような感じにはなるんですけど、こう、左右非対称にですね、障害物を置いて、ちょっとこうもう進むこと自体が困難なような、結構難易度高めみたいな感じで作ってみたんですけど、一応これもちょっとやってみましょうか。ちょっと、まだまだボンドが乾いてないから壊れちゃうかもしれないんですけど、ちょっと走らせてみますね。これ難しいですね。ここの最後がすごい高くしてあるんで、ここですね。ここがすごい高くなってるんで、ちょっと難しいですね、これは。
後輪が脱輪しましたね。これいいですね。これなかなか難しく作れたんで。はい、こんな感じですね。これは結構最後の難関みたいな感じで置くといいかもしれないですね。はい。というわけで、今回ですね、とりあえず手当たり次第みたいな感じでいろいろ作ってみたんですけど、もちろんもうこんなの無限に工作ができるものなので、もしよければですね、ご自身でいろいろ工夫しながらアスレチックコースを作ってみて、で、やっぱり面白そうだなって思ってるのは、そのキャンプシーンですね。キャンプしに行った時に、そのフィールドの地形ですよね。地形をこう活用しながら、あとはキャンプ用品ですね。例えば、クーラーボックスがこうドーンとありますと。で、そこにこういうようなものをこう組み合わせて、コースを作るみたいなことも、楽しいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。では今回ですね、もう前半ということで、事前準備みたいな感じで、パーツを結構手当たり次第で作ったんですけど、もうちょっと、いろいろですね、作った上で、今度は後編という感じで、実際にですね、来週控えている長野ロケに行った時に、キャンプ場に行く予定をしてますので、そこでですね、いろいろ工夫しながら、多分実際現場でもちょっとこう、切ったり貼ったりみたいなことをしながら、コースを作ると思うんですけど、その様子も踏まえて、また後編という形で、実際に遊んで走らせるところまでですね、やってみたいなと思ってます。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。